フランス王妃マリー・アントワネットという人物。華やかさの裏にある孤独に焦点を当てる。聞いていきましょう。名前だけで評価が決まってしまう人物がいる。マリー・アントワネット。贅沢だった王妃、そう語られる。だがそれで終わる話ではない。本当に彼女は贅沢だったのか、それともそう見えただけなのか。彼女は贅沢だったのではない。孤独だった。この一行で見え方は変わる。ここからはその違いを静かに見ていく。時間を戻し、まだ何も背負っていない頃へ向かう。物語の始まりはオーストリアの宮廷。音楽と舞踏に囲まれた空間の中で少女は育つ。空気は穏やかで、時間はゆっくり流れていく。厳しい教育もあったとされるが、日常の一部に近い。政治の重みを意識することはまだない。自分の未来がどこへ向かうのかもわからない。ただ日常が続いていく。その中で少女は成長していく。だが未来は静かに決められていた。家と家を結びつける役割の中で彼女は位置づけられる。本人の意思とは関係なく流れは進んでいく。ここで最初の転機が訪れる。14歳という年齢で人生の方向は大きく変わる。フランスへの嫁入りが決まり、政略結婚が現実となる。すでに整えられた道の上に立たされる。ここで一つ少しだけ想像してみてほしい。見知らぬ国へ向かうことの重さを、言葉も文化も違う場所で生きる不安を。彼女はそれを選んでいない。それでも進むしかないという現実がある。故郷を離れる日が訪れる。見慣れた景色は遠ざかり、家族との距離も開いていく。その瞬間から彼女の時間は別の流れへと変わる。フランス・ベルサイユ宮殿。目に映るのは圧倒的な豪華さだが、その内側は違う。作法が細かく定められ、日常の動きが制限されていく。一つ一つの行動に意味があり、視線が常に存在する。自由という感覚はゆっくりと消えていく。少女には理解しきれない世界の中でただ適応を求められる。そして静かな孤独が始まる。誰にも頼れない状況の中で時間だけが過ぎていく。気軽に話せる相手も見つからず、言葉も壁として残る。心が落ち着く場所がないという事実は静かに積み重なる。心を落ち着ける場所がないまま日々が続いていくが、宮殿の広さとは裏腹に内側は狭く感じられていく。誰かと笑っていても、その奥には空白が残る。その空白は消そうとするほど浮かび上がる。ここで小さな変化が始まる。彼女は楽しみを求めるようになっていく。舞踏会や社交の場に身を置きながら、少しでも安心できる時間を探していく。周囲に溶け込むことで自分を保とうとするが、その行動は外から別の意味で見られていく。華やかな姿は楽しんでいるように映る。あるいは贅沢に浸っているとも受け取られる。ここに誤解が生まれる。小さな違和感がやがて評価へと変わる。その評価は本人の意図とは離れて広がっていく。やがて彼女は王太子妃となり、さらに強い視線の中に置かれていく。期待は増え、同時に重圧も増していくが、理解だけは深まらないまま残る。距離は少しずつ広がっていく。ここで一度考えてみたくなる。理解されないまま見られ続けることの重さを。それでも彼女は立ち続ける。華やかさを手放さずに。それは贅沢というより崩れないための形でもあった。だが時代は静かに動き続けている。国の財政は悪化していく中で、民衆の生活は確実に苦しくなっていく。原因は複雑に絡み合っているが、人は単純な象徴を求めてしまう。その矢印が彼女へと向かっていく。王妃となったことで立場は重くなり、自由はさらに失われていく。周囲の視線は鋭さを増しながら、彼女の行動すべてを意味づけていく。何が正しいのかわからないまま、それでも選び続けなければならない。ここで第二の転機が訪れる。フランス革命という出来事が空気そのものを変えていく。
これまでの秩序は崩れ始め、王室は一気に追い詰められていく。ベルサイユを離れることになり、パリへと移されることで状況は変わる。生活は制限され、行動は常に見られるものとなる。その中で彼女は揺れながらも立つ。ここで一つ静かな変化がある。それまでとは違う強さが表に出る。母としての意識が前に出ながら、家族を守るという行動が中心になる。華やかさの奥にあったものが少しずつ見え始めていく。あなたならどうするだろうか。すべてを失いかけた状況の中で何を選ぶのかを考えてみる。彼女は逃げることを選ばず、その場に止まるという選択をする。ここで一つ確かな線が見えてくる。ここまでで彼女の印象は大きく変わる。贅沢という評価の裏にある孤独が見える。誤解が積み重なり距離が広がっていく。ここから先はさらに厳しい局面へ進んでいく。では続きを。革命の空気はさらに強くなりながら街全体を覆っていく。人々の視線は少しずつ変わり、その違いは消えない。互いを見る目に疑いが混じり、やがて矛先は彼女へ向く。ここで評価が揺れる。一気ではないが確実に崩れ始める。噂は静かに広がり、繰り返される中で形を持つ。真実かどうかではない、どう見えるかが重くなる。その流れの中で彼女の立場はゆっくりとほどける。見える場所にいながら届かない存在へと変わる。距離は広がり、埋める術はない。味方だった人間も離れ始めるが、それは目立たない。言葉は減り、沈黙が残る時間が増えていく。その沈黙は重く、何も語らないまま状況を示す。表面は保たれている。だが内側はもう違う。ここで静かな崩壊が始まる。音はないが止まらない。彼女はその中心にいる。しかし動けない。選択肢は減る。残された道も輪郭が曖昧になる。逃げるか残るか、その問いさえ意味を失い始める。それでも彼女は止まる。理由は語られない。ただ選んでいる。ここにいるという選択を。時間の流れが遅くなる。同じ景色が続くが空気だけが変わっている。小さな変化の積み重ねが戻れない位置へと運ぶ。ここで孤立は形になる。信じられるものは減り、頼れるものも消えていく。残るのは自分だけという感覚。それでも立ち続ける。崩れないように姿を保つ。ここで内側に変化が生まれる。焦りは薄れ、抵抗も少しずつ遠ざかる。残るのは受け入れるという静かな感覚。それは諦めではない。形を変えた強さ。ここで彼女は決める。戻らないという選択を。振り返らず前だけを見る。その瞬間、流れは固まる。ここで止まる。一拍、空気が沈む。そしてまた動く。視線は集まり、逃げ場は消える。それでも動かない。その姿は変わらない。ここで流れは一方向になる。誰も止めないし、止めることもできない。時間だけが進み、すべてを押し流す。一つ一つの瞬間が長く感じられる。それでも終わりへと近づいている。静かに、確実に、空気がさらに変わる。音が減り、動きも少なくなる。だが内側では緊張が高まる。ここで理解する。すべてはここに向かっていたということ。その理解はすぐに言葉にならない。胸の奥に残り、消えずに広がる。視点が少しだけ変わる。外ではなく内側へ。彼女の中で何かが固まる。揺れていたものが動かなくなる。迷いは残るが、揺れは小さい。ここで時間の感覚がさらに変わる。一日が長く感じられる。同じ出来事でも重さが違う。それが積み重なり、周囲の態度も変わる。表に出る言葉が減り、代わりに視線が増える。その視線が全てを示す。彼女はそれを理解する。だが反応はしない。ここで距離が完成する。埋めることのできない距離。
誰も超えないし、誰も超えられない。それでも場は続き、日々は流れる。静けさが深くなる。音が減り、会話も減る。緊張だけが空気の存在になる。ここで彼女は選び続ける。何も変えないこと、動かないこと。それが結果になるが、一つの疑問が残る。それでよかったのか、別の選択はあったのか。答えは出ないまま、時間は進む。さらに孤立が進む。彼女はそれを受け入れ、拒まない。ただそこにいる。ここで内側の動きが止まる。感情は大きく動かないし、表に出ることもない。ただ静かに存在し、それが強さになる。ここで一つの区切りが見える。その圧はさらに強くなる。彼女の位置は変わらない。だが周囲は変わる。ここで決定的になる。もう戻らない事実だけが残る。一度、呼吸を整えわずかな静止。そしてまた進む。終わりの影が見えはっきりと、準備が始まる。それでも日々は続く。誰も言わないが、全員が理解している。その中で彼女は立つ。姿は変わらない。最後の段階に入り、時間の進み方が変わる。一瞬が長く、それが続く。後戻りはなく、ただ前へ静かに進む。その足取りは変わることはなく、視線は揺れない。呼吸は浅いが、それでも止まらない。ここで全ての条件が整う。誰も否定しない。誰も止めない。空気が沈む。その重さは消えないまま残り、場の空気を静かに押し下げていく。目に見えないが、確実にそこにあり続ける。彼女はそれを理解しているが、表には出さない。動かないという選択が、ここでは最も重い意味を持つ。流れはさらに狭まり、できることは少なくなっていく。残された選択は形だけになるが、それでも崩さない。日々は続くが、同じ一日はもう戻らない。一日ごとに重さが増し、その違いははっきりしていく。言葉にできない感覚が内側に積み重なっていく。ここで時間の感覚が歪み始める。長く感じる瞬間と短く過ぎる瞬間が混ざり合う。その差が広がるほど現実の輪郭は曖昧になる。彼女はその中でただ受け止めている。外に出ることはなく、内側で処理していく。ここで静けさが一段深くなる。動きは減り、声も減るが、視線だけは増えていく。その視線は圧となり、空間そのものを支配する。彼女はそれを避けず、受け止めることで均衡を保つ。ここで覚悟が形になる。言葉ではなく、姿として現れる。誰に見せるものでもなく、自分の中で固まる。その変化は小さいが、揺るがない。ここで一度、流れが緩む。呼吸が整い、わずかな静止が生まれる。だがすぐに動き出し、時間は止まらない。ここから先は戻らない領域になる。流れは一方向に固定され、変える余地はない。誰も止めようとしないし、止めることもできない。ただ進む、その事実だけが残る。終わりへと向かう流れが、はっきりと見える。ここで、すべてが遅れる。一瞬が引き伸ばされ、時間の密度が変わる。空気が沈み、音が遠くなる。その中で彼女だけが輪郭を保つ。夫ルイ16世の処刑が、その流れを決定づける。支えは消え、彼女は完全に一人になる。それでも崩れないのは、すでに覚悟があるから。ここから先は、別の時間として進んでいく。裁判が始まり、非難は容赦なく向けられる。その一つ一つを静かに受け止めていく。感情は大きく動かないが、内側では整理されている。表に出さないことが逆に強さとして映る。見る側の印象も少しずつ変わり始める。だが流れそのものは変わらない。結末は近づき、空気はさらに張り詰めていく。音は減り、動きも制限されるが、人は集まる。その場に向かう意識が一点に収束していく。処刑の日の朝は静かに始まる。特別な音はないが、空気の重さが違う。その違いは、
誰もが感じ取っている。人々が集まり、視線が一点に集中する。その中で彼女は現れる。装飾はなく、余計な要素もない。だが、その姿には揺るぎがない。視線は下がらず、迷いも見えない。そのまま前へ進み、歩みを止めない。ここで時間が遅くなる。一歩ごとの間隔が長くなり、間隔が伸びる。それでも歩みは一定で、乱れない。逃げるという選択は、最初から存在しない。周囲は静まり返り、誰も声を発しない。動きも止まり、ただ見つめるだけになる。その中で彼女は進み続ける。処刑台が近づき、空気はさらに沈む。ここで終わりが確定する。一瞬が重なり、すべてが一点に収束する。その時間は短いが、非常に長く感じられる。そして、終わる。静かに、確実に、音はなく、ただ結果だけが残る。だが、その場に残るものがある。名前という形で残り、消えることはない。記憶として積み重なり、時間を超えていく。印象として定着し、人の中に残る。それは単なる出来事ではなく、一つの象徴になる。ここで物語は閉じる。だが完全に終わるわけではない。問いとして残り続ける。何が正しかったのか。何が選ばれたのか。その答えは一つではない。見る側によって変わり続ける。ここで視点がもう一度引かれる。一人の人生としてではなく、時代の中の一つとして、その中での役割と選択が重なって見える。個人と時代の境界は曖昧になる。彼女はその境界の中にいた。ここで最後の余韻が残る。言葉にしきれない感覚だけが広がる。音は消え、時間の感覚も薄れる。ただ印象だけが残る。それがこの物語のすべて。静かに受け止める時間が続く。すぐに答えを出す必要はない。ただ感じることで十分。その余韻がゆっくりと広がっていく。やがて日常へと戻るが、何かが残る。それがこの話の意味になる。ここで完全に静かになる。そして物語は終わる。静かな時間の中で、この人物の姿がどう残ったでしょうか。答えは一つではなく、それぞれの中に残るものだと思います。無理に結論を出さず、そのまま受け取ってみてください。また次の時間でお会いしましょう。